はいどうも、ストロックです。ブログ始めました。ストローク工房で検索すると出てくるかと思いますので、まだ見てない方、チェックしてみてください。なんで一番最初にブログの宣伝をしたかというとですね、先日ブログの方でバングッドさんと提携しましたよってことをお知らせいたしました。それで今回は提携商品第1弾といたしまして、こちらの商品を紹介していきたいなと思います。では早速開けていきます。中国のサイトなんで、これ割と箱綺麗な方です。結構ぶっ潰れた状態で来ることが多いんで、このね箱に1枚ビニールがかぶった状態で来ます。よいしょ。はい、今日紹介するのはドリルプロの充電式インパクトドライバー、こちらを紹介していきます。いいしょ、黄色を選びましたと、アダプターとバッテリーが2つ付属している、あと金具、はい、これだけです。今回はセット商品一応お願いしてみました。で本当はねこれマキタのバッテリーが付けられる製品なので、マキタのね、バッテリーお持ちの方は特にこの辺はいらないので本体だけでいいかなと思います。ではね早速充電していきたいと思います。ちょっとこのねこれがチャッチーのでセットじゃなくて単品でいいかもしれないね。コンセントに挿すと緑色になって、またバッテリーに挿すと赤くなるっていういつものパターンですね。はい、赤くなりましたっていう感じなんですけど、実はね事前にもうね1個これ充電しておきました。なので早速取り付けてみたいと思います。一応金具も取り付けようか。はい、今ネジを締め込んで付けてみました。これでどっちでも付けれるような形になってます。ではね早速バッテリーの方を付けていきたいと思います。ガチャンと、はい、良さそう。まずこのねドリルプロ、中国で売ってるメーカーさんです。でねマキタのね互換商品ばっかりを作ってます。こちらは 18V のねマキタのバッテリーをつけて使うような形になるんですけれども、もちろんね互換バッテリー数々安いの怪しいの発売されてますが、そういったものも使えます。今回はねこの黄色を選んだんですけど、ちょっとデフォルトっぽくてかっこいいでしょ。この黄色がね一番値段高いんですよ。なぜか色によってちょっと価格差がありまして、通常の緑のタイプだと一番安く購入できるかなと思います。本体のみと、あとこのバッテリーね1個付属しているセットと、あと今回みたいにこうやって2個付属しているセット、この3種類3パターンで売ってますんで、お買い求めになる際は買うってなると正直僕本体だけでいいかなって思いますが、今回はそのまますぐ使えるよっていうセットをですねお願いしてみました。バッテリーもどんなもんか見たかったんで。でこのドリルプロなんですけれども、ドリルプロっていう名前がついてるかついてないかで実は値段が変わります。これが書いてないものを販売されてるんですよ。で今回ねこれと同じインパクトドライバーのタイプは発見できなかったんですけれども、基本無印の方がノーブランドの方が安いです。でこのドリルプロって書いてる方が高いです。じゃあなんでドリルプロを選んだかって話なんですけど、皆さんにやっぱりご紹介する上でノーブランドのものだといろんなとこから発売してるので結局品質的にばらつきがあるんですね。一応こういうブランド名表示されてると製造ラインが一緒なので、ある程度の品質の担保はされてるのかなと。もし同じものをねこの動画を見た視聴者さんが買った時にまたドリルプロのものを買っていただくときっと同じ製造ラインのものが手元に届くと思うので、その方がある程度品質は担保されてるのかなと思いまして、紹介する上ではこのドリルプロさんを紹介していきたいなと私は思っております。まず機能の説明をします。でこちらの方にバッテリー残量表示あります。動かすともう光るんですよ。でスピード3段階調整できます。これ一番遅いの、次中間で一番速いの、はい、この3段階からこのボタンを使って調整できるような形になっております。で逆転ですね。逆転すると途中で止まる機能がついておりまして、今目いっぱい引きますよ。これで止まります。はい、でこれもね切り替えが効きます。これ押すとはい、これずっと回りますね。でまたボタンを押すとはい、基本的にもうこれだけです。でねトルクはね
180ニュートンメートルとなっております。でスピード、0から3600、0から3200、0から2100という風に先ほどの説明の通り3段階ですね。3段階のスピード設定がございます。ブラシレスなんでここねピカッて光んないんで見ていただければわかるかなと思います。はい、では早速打ち込んでみたいと思います。はい、ではまずねコースレッド打ち込んでみたいと思います。めちゃくちゃいいな、すごくいいぞ。あ、それでさっきね説明するの忘れてたんですけど LED のライトが3箇所光ります。これ1個のタイプでちょっとモデルが古いパターンもあるんですけど、そっちの方がね一応安いです、価格的には。今回ちょっと新しい方を選んでみました。めちゃくちゃいい感じですね。でちょっと抜いてみます。ちょうどいいっすね。これ勝手に止まってるんですけど今ぶっ飛びましたけどね、ちょうど抜けてくれる感じです。ちょうど抜けますね。あ、いいんじゃないですか、この辺の設定はバッチリだと思います。もちろんねコースレッドの長さによって違うけど、今のこの 65mm のパターンだとちょうどいい感じでストップしてくれますね。ビス止めは全く問題ないということで、っていうかめちゃくちゃいいな。1個気になる点としてはちょっとレスポンスが若干遅いのかな。トリガー引いてからスタートするまで若干ですけどちょっと間があるような気がします。いきますよ。でもまあ大した気になるレベルじゃないかな。なんか見た目いいし結構僕好きだないいんじゃないですかね。ちょっと試しに今までお世話になってた両備の 14.4V こちらのインパクトドライバーで打ち込みしてみたいと思います。結構どうだろう、スピード触るような気するんだよな。やっぱりちょっとパワー違いますね。全然パワーが違いますね。すごいな。これ5、6000円で買えるんだったら早く買っとけばよかったな。これなんだ、めちゃくちゃいいっすね。かなり打ち込みやすい、いいと思います。でグリップもねすごく僕好きな感じです。でなんて言ってもこの色なんか新鮮ですごくテンション上がりますね。いや全然いい。これで穴開けしてみましょうか。ドリル機能も試してみたいと思います。はい、ということでこの 10mm のショートドリルこちらを取り付けて開けてみたいと思います。恐ろしいわ恐ろしく速いまあインパクトなんでそうなんですけどすげえパワー。どうすかね、めちゃくちゃやっぱりさすがといったところでしょうか。ここですね。はい、めちゃくちゃ綺麗に開けてくれます。なんだこれめちゃくちゃいいぞ。スピードが速い。これ両備でやってみますね比較対象がねこの両備っていうあまり比較対象じゃない、もう現代の機種じゃないですからねこれ。ただこれずっと愛用してました。この BID143 ってやつですね。はい、これぐらいの差があります。しかも今ちょっと貫通しきってないし、微妙に貫通できなかったんですけど、はい、これ両備です。まあ穴開けのね綺麗さはあんまり変わらないですけどスピードが全然違いますね。ちょっともう一回開けてみよう。これ楽しいな、癖になるな。いきます。うわすごい、めちゃくちゃいいじゃん。最後にね軸ブレ具合を確かめてみたいと思います。下が両備 BID の143、上が今回のドリルプロナンバー18018になってますけど、こちらであと同じビットを使ってね比較していきたいと思います。では回します。軸ブレすごいの分かりますかね。結構軸ブレしてますね。
こんなもんなの？どうなんでしょうね。まあ両備結構優秀でしたね。こうやって見たらすごい両備優秀で、なんか両備の宣伝になっちゃうけど、両備のいいところってこのビットがそのまま入れれるんですよね。シュポンと。これもうロックかかる。この機能が好きでずっと使ってたんですけど、抜く時だけね、これを引っ張って抜くと、こっちはね当然入れる時も抜く時もこれを引っ張らなきゃいけないので、一手間増えちゃうかな。今ね面白いことが発覚しました。ちょっとビットによるんだねこれ。このビットを入れてみるとそのまま差し込むだけでロックされるんですよ。で引っ張ると抜ける。要は両備と一緒ですよね。でもビットによっては多分ね、この溝の種類によっては引っ張んないと入っていかない、そんな感じに、なるんですね。ちゃんとここ特殊な形状じゃないもの、普通のものだと一番いい感じですね。このせいでブレてたのかな。ブレが少なくなった。さっきよりはそれでもまだブレてるけどね。ブレてんな。この辺の作りがちょっとって感じなのかな。そうですね。六角軸のドリルを入れても差し込むだけでロックされますね、これ。なんかこっちの方がブレが少ない気がする。ということで、今回はこちらのバングッドさんから提供いただきましたドリルプロの 18V のインパクトドライバー、こちらを紹介していきました。使った感想としてはかなりパワーがあってすごくいいなって思いました。握りやすさもいいですし、機能的にもすごい最低限のものが備わってますんで、これバンバン使っていきたいなと思います。ただね、1個気になるのがやっぱり軸ブレですよね。正直マキタのものとかだったらそんなブレないですよね。ただマキタのものってすごい高いんで、この価格差をどう見るか、そこだと思います。自分みたいなポンコツな DIY しかできない人はですね、結構マキタのプロ用のツールってオーバースペックなんですよね。正直ちょっと高すぎるんで、もちろん欲しいですけど、そんな気軽に買える商品ではないんですよ。そういう時にこういう商品があると正直私は十分かなって思いましたんで、全然これを使っていきたいなと思います。でこの両備の方でもね十分なんだけど、ちょっとねやっぱりパワー不足だなって最近思い始めてきた部分が多々あって、バッテリーが弱くなってきたっていうのはもちろんあるんだけれどもね、これもうかれこれね10年以上は使ってるんですよ。こいつ1台でかなり作ってきたんで、すごくお世話になったインパクトドライバーなんですけれども、今回ねこの新しいインパクトが追加されて、次からこっちで使っていこうかなと思います。二刀流でもいいんですけどね、やっぱりねこの昔の製品と比べると大きさが全然違いますよね。非常にコンパクトなんで、狭い場所だとこの長さあるとね、この幅ですね、この長さあると入らないってことが多々あるんですけど、かなりコンパクトになってますんで、今の製品はこういうね使い勝手を理由にやっぱりどんどん新しいものを購入していってもいいのかなって今回改めて思いました。時代の流れですよね。全然違いますよね。やっぱコンパクトは正義ですね。かなりいい製品に仕上がってるんじゃないかなと思いますんで、こちらですね、また概要欄の方にリンク貼っておきます。バングッドでの購入方法は詳しくブログの方で紹介しておりますので、そちらを一度ねご覧になってぜひとも購入してみてください。でそれの他に、このね充電器、バッテリーの充電器ですね、これはね Amazon でいいと思うんですけれども、自分持ってる充電器と同じもののリンク、概要欄の方に貼っておきますので、そちらの方も気になる方はチェックしてみてください。このセット商品を買いましたけど、正直ね単品でいいんじゃないかな。単品5000円いくらとかで買って、それで充電器持ってない人は充電器 Amazon で買って、あとバッテリーですね、バッテリーも互換バッテリーを買っ
ってで揃えるのがいいんじゃないかなっていうふうには思います。安いかと言われると初回の持ち出しとしては結構高いけどね、1万円超えてくると思うんで、これで5000円だったら正直ね、どうなんだろう、ちょっとそれじゃあ高くないっていう部分もあるんですけど、メリットはこのマキタバッテリーをいろいろ使えるってことで、今後の製品もこのマキタのバッテリーを使えるもので揃えていくよってことであれば、十分検討の余地はあるんじゃないかなと思います。もうすでにマキタのバッテリーを持ってる人、そういう人であればもうかなりおすすめできますね。ただマキタのプロ用のインパクトドライバー持ってる人は全く必要ないと思うんで、あえてこれを買う必要はないかなと思います。これが例えば3000円ぐらいで売ってればいいかなと思うんですけど、これの前の古いタイプだともっと安く売ってるんで、それこそ3000円台で売ってるかな、無印だと。ドリルプロだともうちょっと多分1000円ぐらい高いのかなっていう気はしますけれども、そのあたりをね選択してってもいいのかなっていうふうには思いますんで、それはねバングッドの販売ページなんかを見てね確認してみてください。で今回はあえてドリルプロを紹介したので、バングッド内でドリルプロで検索するといろんなこのマキタ互換の電動工具が出てきますので調べてみてください。今後もねバングッドで販売されている商品をブログだったりこの YouTube だったりで紹介できたらなと思ってるんですけれども、提供していただける商品をこちらから選べるということでですね、もし視聴者さんの中でこんな商品気になってるからレビューしてほしいよっていうものがあればぜひお知らせください。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。ちょっとでも面白かった、参考になったって方はですね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。